今日は幹の形、これについてお話しします。草の幹ですね、茎。幹とは言いませんね。草の場合はね、茎と言いますが、草の茎は断面、切りますと、こういう形をしています。まず真ん中に髄というのがあります。そしてその外側にこのようにぐるーっとですね囲むような形で異管束というのがあります。そして外側は表皮、こういう状態になっています。稲とか竹はこの形をしておりません。例えば竹なんかはですね、こういうふうになって真ん中に大きな髄孔という状態になってまして、ここで大きな空洞がありますね。その空洞に貼り付くように白っぽい紙がくっついておりますね。この紙が実は髄です。そして外側が表皮があるんですが、その表皮もこういうふうなはっきりした層になってなくてですね、この一つ一つの粒々がですね、これが異管束。この一つ一つの粒々が異管束です。普通の例えば菊だとかですね、そういう草はこのようにきれいに異管束が並んでるわけですね。クスノキとかケヤキとかですね、そういう大きくなる樹木もですね、その年伸びた分の枝、新しい枝ですね、あるいは最初に発芽して、そしてずっと伸びていきます。その時の茎、将来幹になるんですね。これも大体このような形をしております。この部分がですね、このようになってまして、今赤で描いたのが形成層、そして黒で描いたのが
木部、そして青で書いたのが古い部、古い部と書きますが、一応読み方は主部ですね。今主部という字はこう書くことが多いんですが、これだと教師の師、ね、になってしまって意味が全然わからない。正しくはこう竹冠に師で、これで古いという意味ですね。ですからこの字は意味がわかんないので、教科書ではこう書いてあるけども、できれば使わない方がいい。で、こういう状態になってます。これが木でも草でも同じなんですね。杉のような木も大体同じような形をしています。それがですね、翌年の春、草は大体これでおしまいなんですが、で枯れたりしますね。あれ枯れないやつでも大体、これが普通このままで終わってしまうことが多いんですが、木の場合はこれがですね、ここに新しい形成層がですね、異観測ですね、異観測と異観測の間をつなぐように形成層がずっとこう翌年の春作られます。翌年の春にちょうど今頃ですね、盛んに今細胞分裂をしている時なんですが、この形成層が細胞分裂をして内側に木部を作る、外側に主部を作っていきます。竹はですね、これ一つ一つがやっぱり異観測なんですが、この竹の異観測を拡大してみますと、やはりここに外側に向いて主部、内側に木部があるんですが、形成層がない。形成層がないために竹は太ることがないんです。ね、一度太さが決まってしまったらそれ以上太ることはない。これはヤシでもそうですね。20メーター以上になるヤシもありますが、最初に太くなったら大体それでおしまいですね。それに対して木は年々肥大成長していきます。それはここにこう形成層がずっと一周することで太くなることができるようになるわけですね。多くの草はですね、これが側管形成層と言います。側管形成層ができないんですね。側管形成層が作られない。作られないから太くならない。大体枯れてしまう。あるいは数年生きることがあっても、それで、終わってしまうわけですね。樹木の場合は側管形成層ができます。ここの異観測内の形成層と側管の形成層、これが全体がぐるっとできますね。